皆様こんにちは、ナミバーデンです。このビデオではいいクオリティの睡眠をとる6つのコツについてお話ししていけたらと思います。子育てをするママさんに特に必見な知恵を、含みながらお伝えしていけたらと思います。このビデオの最後に聞くだけでリラックスしてそのまま、寝落ちすることのできる瞑想についてご説明していきたいと思います。では早速内容に入っていきたいと思います。私には今15歳と12歳の子供がいるんですけれども、やっとですよね。子供が小さい時に、特に5歳ぐらいの時までは子供が寝ないとか、子供がちゃんとした時間に寝てくれないっていうのもあって、かなり睡眠不足な状態がもう何年も続くわけですよね。でやっぱり小さいお子様を持っている方っていうのはもうほとんど睡眠が取れなくて当たり前みたいな状態になるわけじゃないですか。子供のために、そして家族のために毎日ベストを尽くしているわけで、睡眠っていうのはとにかく頑張ればいいよねっていう形で結構おろそかにしがちであったりするんですよね。そういったその心のどこかでそれをおろそかにしちゃってるその本当の理由っていうのも説明していけたらと思います。睡眠っていうのはとっても大事で、やっぱりおろそかにしていたら体に来てしまったり、そして感情の起伏が激しくなってしまったりするわけですよね。これって本当に私の経験上にも当てはまることが多くって、睡眠がちゃんと取れていないと、その日中ですよね、急に頭の目の前がチカチカチカってなってきて、これ片頭痛なんですよね。チカチカチカってなって、最初はこのちっちゃいドットなのにだんだんそれが大きくなっちゃって、10分後にはもう目の前が真っ白になって、でもこれが来ると、もうこのチカチカが来るともう30分後にはもうダウンですよね。もう頭は痛いし、すごいプレッシャーになるし、頭は痛いし、そしてすごい吐き気がするんですよね。もうそうなっちゃったらもう横になって、2、3時間は暗い部屋とか、あるいはタオルをとか、冷たいタオル、保冷剤とか頭に当てて、で寝なきゃいけない。もう寝込んじゃうんですよね。そういう時に気がつくのは、なんかその昨日の夜ちゃんと寝てなかったなとか、寝つけてなかったなっていうのがいつも気づくことなんですよね。だから私の場合はなんですけれども、ちゃんとした睡眠が取れてなかったり、寝てるんだけれども浅い眠りだったりっていう時はやっぱり片頭痛が起きちゃったりしてますね。だから体に来ちゃう。でまた感情の起伏も激しいっていうのもすごく経験があって、で子供たちが特に小さい時なんですけれども、やっぱりすぐにイライラしちゃったりカッとしちゃったりですぐに怒鳴っちゃったりっていう時は、ふと気がついてみると、昨日なんか寝てなかったなとか、授乳とかがあるとやっぱり寝られないのは当たり前で、夜なんか3回起きるのは当たり前っていうのがもう何年も続くわけですから、そういった意味ではもう結構体もきついし、感情の起伏も激しいし、自分も疲れてるしっていう心の余裕がないっていうのはきっとそこから来るんでしょうね。そういった意味でもやっぱり睡眠が取れていないと体に来る、そして精神面にも影響が及ぼされちゃうよっていうところですね。睡眠の大切さには気づいているのに、なぜ私たちは自分のこの睡眠を最優先できないのかということについてお話ししていけたらと思います。これには実は心が関わっているんですね。まず一つの理由は、完璧な主婦になりたいからという自分の中の理想像を埋めようとしているというところなんですね。これはすっごく自分の中で気づくところであり、これ何を言ってるかって言ったら、人は結婚した瞬間、例えば私は女性ですけれども、結婚した瞬間にせっかく結婚したんだからベストを尽くしたいと思うじゃないですか。それと同時に完璧な主婦でなければいけないっていうふうに思うわけですよね。だからこそ頑張るっていう側面はあるものの、その上自分の中でプレッシャーをかけてしまうんですね。心の中に完璧な主婦っていうふうなのが理想像というのがあるとどうなるかというと、完璧な主婦だったらそんなに寝そべっていたりできないっていう、そういうプレッシャーを自分でかけるんですね。だからお昼寝なんて絶対にできないっていう風なプレッシャーすらもかけてしまうわけですよ。実際に、子供が小さい時というのは先ほど言ったように授乳とかがあります。そうすると夜ちゃんと寝られていなかったり、夜起きなきゃいけなかったり、夜遅くまで起きなきゃいけなかったり、朝早く起きちゃったりっていうことがあるわけですよね。そんな中でやっぱり体が疲れているんだったら、子供が寝ている間、そのお昼寝した瞬間に自分も体を休めるべきなんですよね。なのにもかかわらず、私はそれがなかなかしにくかったんですね。でそれっていうのもなぜか自分では分かっていないんですよ。で時々、私の旦那というのは、家で在宅をする仕事なんですけれども、
この家で仕事をしているっていうことは夫の目があるわけですよね。ってことは主婦の私がこうお昼寝をねやっていたら自分の中では結構ぐうたらなんじゃないかとか怠けてると思われたら嫌だっていうのがどこかにあったわけですよね。でも面白いことにそれっていうのは自分で課しているこのルールなわけであって実は私の夫はそう思っていなかったりするんですよ。夫は実はその子育ての大変さっていうのは旗で見てますから分かっているんですよ実は。だから私に対して「お昼寝したら?」とか「横になったら?」とかって言ってくれるんですけど言われたら言われただけ「いや私は頑張る」みたいなそういうところもあったりしたわけですよね、当初は。でそのうちに何をしたかと言ったらその彼はやっぱりいたたまれないというかやっぱそれイライラしてる自分がいるわけですからね。そういう中でもいたたまれないからみたいな感じでちゃんとなんかレポートとか出してきてで実はねこのハーバードのスタディによるとねみたいなそんな感じでこう成功者はみんな昼寝をするのが一般的なんだとかやっぱ頑張る人とか結果を出す人は昼寝をするんだとかっていうようなこうデータがいっぱいあるわけですよ。それを出してきて私にこう説得するわけですよね。それで私はもうしょうがないなみたいな感じで、やってたりであと夫がこう昼寝をしてる時に私もじゃあ昼寝するかなみたいな感じではやっていたわけですよね。でもやっぱりその心の授業とかその自分の心を磨くというこのレッスンをしていく上でこれは実は自分の理想像を追い求めている生き方なんだなっていうことに気がつくわけですよ。つまり自分の体が疲れていたり自分がちゃんと睡眠が取れないような状況例えばママさんなんかそうですよねっていう時には堂々とちゃんと自分の体を休めるべきなんですよね。それが分かってなくって自分の頭の中だけでダメダメダメみたいな感じでそういった意味では理想像を追い求めるような生活をすると自分にも苦しくなるし傍から見てる人もちょっとなんか心がざわめくというかやっぱ心苦しいですよね。そういった意味では思い切って皆さんその理想像を捨ててあるいは横に置いといてそして思い切ってこう体を休めていくっていうことが大事かなというふうに思います。さてもう一つの理由なぜ私たちはなかなかこう休めないのかというともう一つの理想像が関わってきます。これは仕事も家庭も両立しているような女性というこの姿ですね。私たち女性っていうのはこう今の現代であると特になんですけれども生まれてきてそして学校に行って比較の中で育って誰よりも頑張ってきて女性だけどもちゃんと働かなければいけない働くのが当たり前っていうようなこう世界で生きてきているわけじゃないですか。そして、学校を卒業したら仕事をしてっていう中でこう結婚して子供を産むわけじゃないですか。その時に自分の中の価値観というのはあまり変わってなかったりするんですよね。だから子供が生まれているんだけれどもそれと同時に自分はちゃんと仕事でも活躍しなきゃいけないとか仕事も家庭も両立できるようなキャリアウーマンじゃなきゃいけないみたいなそういうふうな理想像を同時に掲げる方が非常に多いんですね。これは現代の出てきた理想像なんです。で実際に子供が生まれた時というのはフルタイムの仕事ですからなかなかそういう時間が持てないその中で心の葛藤を覚えながら子育てでねおしめを変えてみたり子供の世話をしたりとかってしてるわけじゃないですか。ってことは子供が寝ている間その寝た瞬間っていうのは自分の中のフリーダムでもありその中で自分で理想像を埋めようとするわけですよね。つまりこの隙間時間を利用してどうにか自分のキャリアにつなげられないかっていうふうに頑張っちゃうわけですよ。これ私すっごい分かってでもなんか隙間時間があればとにかく何かを学ばなきゃいけないとかその隙間時間で何かビジネスをこう頑張っていかなきゃいけないみたいなところがどこかにあってでその頑張り方っていうのはかなりきついわけですよね。睡眠は取れていないわけだし体はきついのにその時間を自分の体を休めるために使うのではなくて自分の理想像を追い求めるために使っちゃう。だからもしご自身の中でその仕事をしなくてもまだとりあえずは生きていけるよみたいな家計の状況であればそんなに頑張る必要はないわけですよね。特に子供が小さい時には。子供はいずれかは大きくなります。そして私の経験上約5歳ぐらいですねになると随分楽になってちゃんとリズムも取れてきてそれで夜の睡眠もちゃんと取れるようになるんですね。その時点で隙間時間をご自身のそのキャリアの活躍につなげていくっていうそのスタンスっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあそういう家計
状況ではなくって共働きじゃなきゃいけないっていうんなら、なおさら自分の、ね、体がきつい時、夜ちゃんと寝られなかった時というのは、例えば自分の旦那さんにこう頼んでみる、あるいは親御さんに頼んでみる。それができないんだったら堂々とちゃんと他の保育所に預けてみるとか、このようにして子育ても 100%、 そして仕事も 100% っていうのはもう本当に非常に厳しいと思っています。難しいです。だからできないとは言わないけれども、その中で自分の心が疲弊している、自分の体が疲れていると思うんであれば、やはりそこは自分で考えていかないといずれかは体に来てしまうんですね。じゃあ3番目の理由です。なぜ私たちが睡眠を最優先にできないかというと、自分の時間が欲しいという切実な願いですよね。もう一日家族のために子供のために費やしてきたんだから、最後子供が寝た後とか夜ちょっと遅く起きちゃって、それで自分のためにこう何かしたいっていう時ありますよね。だからそういった時っていうのはしょうがないですよね。自分のためにこう時間を費やす。ただその時にただぼーっと SNS を見てしまったり携帯を触っていたりっていうのは良くないですよね。それでなんとなくこう見ていた SNS、 自分のその後の心の状況を見てみてください。あんまり何も進展していないし、自分の心の中は結構空っぽに感じていたりとかするはずなんですね。だからその時間、自分のために時間が欲しいんであればもちろんそれはいい。だけれども2時間も3時間も夜更かしまでして、自分の体にねを痛めつけるようなことというのはやはり子供が小さい時しょうがないと思いますけれども、なるべくはそれはしないで自分の体をいたわってあげてください。じゃあこれからですね、いい睡眠をとるための6つのポイントを話していきたいと思います。まず第1番目です。完璧な主婦になろうとしないということですね。先ほど話したように、今完璧な主婦になる必要は全くないです。子供が寝てる時には一緒に寝る。あるいはずっと寝なくていいので、例えば15分だけ寝るとか、30分だけ横になるっていうふうなことでも大事なんですよね。目をつむること、そして自分の体を休めるということ、やってみてください。第2番目のポイントは、仕事も家庭も両立できる素敵な女性みたいな理想像には縛られないことということですね。体が休まる、つまり自分の心の中に余裕ができます。そういうことで自分の愛をですね、もうフルにすることができる。で、愛で自分がいっぱいになれば、その愛を相手に、そしてこの時に子供ですよね。子供や旦那さんにこう与えることができるわけですよね。だからまずは自分の母親としての自分の心の状態がちゃんと整っていること、睡眠がちゃんと取れていること、それで初めて私たちは家族に愛をね与えていくことができる存在になれるわけですよね。それと同時に自分たちだけで頑張ろうって頑張らないことなんですよね。昔っていうのはこう村全体で子供を育ててくれたっていうところがあるわけじゃないですか。だから自分の家族がいる人であればこう悪いなっていうふうに思うんではなくって、もう大いにその助けを利用する、そしてヘルプをね出す、助けてっていうふうにちゃんと言うっていうことは非常に大事だと思うんですよ。だからここはちゃんと OK としてあげること。誰かに預けたから自分は最低のねママだとか、そう言って自分を痛めつけないことなんですね。だから心の中でどんな理想像を描いているのか、完璧なママになりたいとか、キャリアウーマンになりたいとか、ちゃんと両立できる女性になりたいとか、そういうふうに思うのはいいんですけれども、今のその子供が小さい時というのは、いろんな人の手を借りてください。いいです、大丈夫です。だからといってあなたはダメなママにならないです。ね、だからそういうところをちゃんと自分で一つ一つ見ていて、自分の体を酷使しないことですね。3番目はサーケイリアンクロック、つまり外日時計をちゃんとセットすること。アメリカの CDC という機関によると、この外日時計というのが自分の私たちの脳の中にあって、でこの外日時計がいつ起きて、そしていつになったら眠くなるのかというのを司るところがあるわけですね。目からこう太陽の光が入ることでオンになるという性質のもので、目から光が入りました。レティーナと呼ばれる場所で受け止められて、外日時計に到達します。ここでスイッチがオンになって24時間のサイクルで睡眠スケジュールが確立されるわけですよね。そしてこのクロックというのは、この時計っていうのは24時間でリセットされるものなんですよ。
だから一回リセットしたらもうずっとその一生リセットしないじゃなくて、その日の一日朝起きましたのところからリセットして24時間リセットされるみたいなんですよね。ってことはちゃんと目の中に太陽の光が入っていないとそこでスイッチオンが入らないわけですね。だから曇りの日とか、暗い日、嵐の日とか雨がザーザー降りの日っていうのはそれがなかなかしづらいから、だから例えば明るい蛍光灯のところにちゃんと自分の朝30分間いるようにするとか、そのようにしてちゃんとそういうふうにオンにする風な努力が必要となるんですね。一番いいのは朝日です。なので朝起きました、すぐにカーテンを開けてそこで起きる時間だよっていうのを30分作るわけですね。私の主人と娘というのはその時間を外に歩く時間、お散歩だったりジムに行く時間だったりとかっていう夜に使っていますが、私の場合はそこで朝食とか作らなきゃいけないから、人よりも、家族よりも30分1時間早く起きてすぐにカーテンを開けて明るい光の中で私は瞑想します。目をつむってるんですけれどもまぶたからも入るみたいなんですよね。だからそういった意味でも明るい部屋で30分いることというのが非常に大事になってきます。だからできる人だったらちゃんと朝日が入るお部屋にいるとか、その太陽をちゃんと見るとかで、見るって凝視したらね目が痛くなりますから、そんな必要はなくって、その明るい景色を見るっていうことをちゃんと心がけることが大事です。この外日時計というのは自分の体を司るものであり、いつ起きていつ寝る時間なのかっていうことを自分でセットしたり、ホルモンの活動、体の温度調節、食事の消化の調整とかっていうのも司っています。ということでちゃんと朝起きてオンにすることですね。じゃあ夕方何をできるのかというと、その太陽の光が随分下の方に行きました。そうすると自分の体の中にはシグナルが送られてきて、もう寝る時間なんだよっていうようなことが送られるわけですね。つまり夕方の時間にこの夕暮れですねに外にお散歩に行くといいんですね。だからその時間を利用して自分のエクササイズをするとか、子供と一緒にお散歩に出かけるとか、そうすることでねいいことってすごくあって、例えば私たちは昔子供たちが小さい頃っていうのはハワイにいたんですけれども、ハワイの光っていうのはやっぱりすごく強いんですよね。すぐ焼けちゃう。そういった意味でも日中はもう海にも行けないし、外にもなかなか行きづらいところがあるわけですよね。だからいつも外に行くのは朝早くか夕方なんですよね。だから子供たちと一緒に公園に連れて行くっていうのはあまり暑くないこの夕方。だから夕方にお散歩に行ったり公園に行ったりっていう、あとはビーチに行ったりっていうことをよくしてましたね。そうすることで子どもたちの気分転換やエクササイズにもなるし、その時間を利用してねご自身のエクササイズに当てるとかっていうことにもすごくいい影響を及ぼすのではないかなというふうに思います。そしてもう一つ気をつけなきゃいけないのは、この外日時計というのは自分のライトにも関わってくることがあるんですね。なので夕方そうやって夕日を浴びました、家に帰りました、なのに家の中は蛍光灯の光でギンギンっていう家ってもう日本の家はほとんどなんじゃないでしょうか。私はこの日本に来て思ったんですけれども、日本の家庭って蛍光灯 LED ライト、この白い白熱灯ですかねを使ってる家が非常に多くって、なんかどこに行ってもすっごい明るいんですよ。でこの中で夜過ごしてしまうと自分の中の脳内はかなりこんがらがっちゃうんですね。あれってもう夕方じゃなかったのみたいな。だからそういった意味でも私たちはこの白熱と白い光ですね、あるいは LED ライトを避けなきゃいけません。でアメリカではこのライトっていうのは実はガレージとかクローゼットぐらいにしか使わないんですよね。それぐらい自分たちのこの目には良くないものっていう風になっているのに、なぜか日本ではそれが普通にリビングとかベッドルームとかに置かれている。だからそういった意味でも自分でチョイスがあるのであれば変えることとか、私もここに来てすぐ変えましたね。白いライトを変えて全部黄色いライトに変えたり、もうちょっと度を落としてみたりとか、そういうふうに工夫することっていうのが大事で、あと上の天井のライトバーッと当たるようであれば夜はそれを使わずにスタンドライトとかウォールライトとか壁ライトですよね、小さいライトを利用してこの自分の夜の空間を作るっていう努力っていうのはやっぱり必要ですね。
そうしないと子供たちも眠たくならないし、自分も眠たくならないしっていうことで、なかなか寝てくれないような状態が自分で作っているわけですよ、無意識で。だからそこにもちゃんと、気をつけていくことが大事です。基本的にダメなのは青いライトはまずダメです。この青いライトは夜特に見ると自分の脳内にインパクトを与えて、それで活性化されてしまうので、一番強いインパクトがあるのがこの青いライトだから、そういった意味でも携帯画面とかタブレットはちゃんと青いねこうライトが出ないようなフィルターをちゃんとつけるということがまず一つ。もう一つは黄色とかオレンジのライトっていうのは、少し抑えて、夜使っていくっていう努力が必要で、一番影響ないのは赤いライトだそうなんですね。だから時計とか、よくデジタル時計なんかで赤いライトとかってあるのがあるじゃないですか。あれなぜかというと、赤いライトというのはあってもあまり影響がないというふうにされています。実際に1000、2000円でそういうものを買えますから、そういうところに自分のお金を投資すると、自分の睡眠のクオリティも良くすることができるし、子どもたちの睡眠を良くすることができるわけですよね。その中で気をつけなきゃいけないことは、コチ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 音がする、チクタク音がするような時計はやめることですね。やっぱり気になって眠れなくなるからなんですね。基本的に私、自分の家には時計を置いてないですね。ほとんど置いてないです。で、なぜかというと、その音ですね。コチ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 音が鳴っていて、それでいつも時間に追われちゃうみたいな生活ってすごい嫌だなと思っていて、でその時間に追われる生活よりもちゃんと心豊かにする生活の方が大事と思っているので、基本的に私は時計を置かないですね。で、もちろん朝起きる時っていうのは目覚まし時が必要という時には携帯電話を部屋の外に置いて寝るっていうことをしてますね。で、先ほどのナイトの追加で言うと、部屋を真っ暗にすること。よく子供が小さい時っていうのはこの、ナイトライトって言われるこのコンセントにこうパチッて挿してこう光が出るよみたいなことってよく使ったんですけれども、それはあってもいいんですけれども、置く場所ですね。廊下とかキッチンとか、やっぱ夜暗いところで行く時にこう道しるべとして危なくないようにってすること大事なんですね。だからバスルームとかで気をつけなきゃいけないのは、もし夜起きてトイレに行きます、その時に電気をパチッてつけてカーとかってなる時ありますよね。それは NG なんですね。そこでまた自分の外実時計が何今朝みたいな風になっちゃって、そこから眠れなくなるっていうことが起こるんですよ。だから夜中トイレに置きましたってなっても電気はつけないこと。だからそういった意味ではナイトライトを廊下とかトイレとかに設置する。そうするとみんなそんなバチッってね、キッチンとかでもバーとかって光をね放たなくても良くなりますので、それはまず気をつけることですね。他にできることといえばカーテン、あるいはブラインドですね。ちゃんと遮光カーテンを選ぶこと、ちゃんとそれに切り替えることですね。人との光、いろんなライトの光あると思うんですけれども、それが入らないようにするということが大事です。部屋を真っ暗にすることが大事です。夜寝るとき、携帯電話のお知らせ機能は完全にオフにしてください。例えばなんですけれども、私だったら夜10時から朝6時まではお知らせ機能を完全にオフにしています。基本的に携帯はベッドルームに置かないことというのが基本的なルールですね。だからみんな廊下に置くとか、あるいは自分の部屋の外に置くとかっていうことで、目覚まし時計をつけててもそこでちゃんと起きられますし、そのようにしてやっぱり工夫して、携帯電話があるとつい私たちなんか気になって見ちゃう。そうすると、例えば寝てる時にこう起きました、夜中トイレ行きました、それでまた見たらそのライトでまた起きちゃうわけですよ。それもちゃんと防ぐことなんですね。さあ、4番目のポイントに行きたいと思います。ベッドルームルーティンを設けるということですね。子供が小さい時には夜8時をめがけてその就寝タイムを作ります。で、子供たちを8時に寝かせたいと思うのであれば、7時半にはベッドタイムということで、ベッドに部屋に行かせます。で、そこで8時半には床について本を読んだりストーリータイムをしたりっていうことを習慣づけるんですね。この時に図書館から借りてきた本を一緒に読むとか、あるいは自分でね考えたストーリー、頭の中で考えたストーリーをお話しするとか、そのようにして毎日毎日やることで、その子どもたちの中にもああいうふうにやってくれたなっていうような思い出を作ることができるとともに、そっか今はもう寝る時間なんだっていうふうにして、子どもたちの中にもこのルーティンができてくるわけですよね。
だからそういった意味でもちゃんとそこはけじめをつけて、7時半にはベッドタイム、8時にはもう寝てもらうっていうような環境を作るということを徹底することですね。ここでもしもうお父さんが帰ってくるからもう9時まで待とっかとかっていうふうにやってしまうと、子供たちっていうのはそれいいんだみたいな感じで今度はじゃあ今日は嫌だとかごねることにつながっちゃうんですよ。だからうちはもう8時にはもう寝る。ね。それで子供たちに会いたいなっていうお父さんが思うんであれば朝会ってもらうっていうことをしてもらう。ちゃんと夜はもう寝る時間を徹底づけることで、ママとか自分の母親としての親としての時間をちゃんと定期的に作ることができるようになるわけですよね。寝る2時間前からは何も食べさせないことですね。夜遅くまでお父さんが帰ってきたから、じゃあ直前一緒におつまみ食べようよとか、お菓子食べようよとか、デザート食べようよっていう風になると、子供たちのその消化機能というのがうまく働かなくなりますので、あんまり良くない。だからそういった意味でも、ちゃんと寝る前の2時間前には最低、食事をとって、あとはもうお水をちょっと飲むぐらい。あんまりガバガバ飲んじゃうと今度は夜ねトイレに行きたくなっちゃったりとか、アクシデントがあっておねしょしちゃったりとかねすることにつながりますので、そういうふうにちゃんとセットしていくっていうことが大事ですね。そしてもう一つ、寝る時間の1時間前はもう SNS とかデバイスを使わないことをですね。コンピューターもテレビも、そしてiPad も全てですね、携帯ももちろんデバイスを使わない、ゲームをしない、SNS を見ない、YouTube を見ない、インスタも見ない、何も見せないことですね。その時間から自分の脳内にもうちょっとね刺激を出さないような環境づくりというのをちゃんと徹底することです。これ寝る寸前まで見てしまうと寝れなくなります。ついつい最後のギリギリまでね、寝落ちするギリギリまでやっぱり大人の私たちでも見ちゃうわけじゃないですか。その時ってやっぱり脳が活性化されてますので、そうすると眠れなくなりますけども、何かを学ぼうとしてね、 SNS とかデバイスとかにやっぱり最後のギリギリまでね、眠たくなるギリギリまで見ていたいなと思う気持ちも分かりますけれども、それを夜やるのではなくって、朝起きて、みんなよりね早く30分とか1時間とか起きて、その時間を自分の勉強にね使えばいいんですよ。その時間を自分の YouTube を見る時間とか、あるいは何かを学ぶ時間っていう風にして決めればいいですね。夜じゃない。でもう一つ、 SNS をやった後、心の中にね聞いてみてください。何か空っぽになってるなっていう風な虚無感っていうのがないでしょうか。あるいは虚しさとか、あるいは何やってたのかなみたいな。結局 SNS やってる時ってなんか何も残らないっていう感覚ないですか？その時すごい楽しいし面白いし何か学んでる気がするんだけれども、実際に終わって考えてみたらあんまり学んでなかったりするんですよね。だから何かを学びたいって言うんだったら朝ちゃんと学ぶこと、そしてちゃんと向かって、そしてペンとねノートを持ってそれで学ぶっていう姿勢が大事であって、ただなんとなくぼーっと見ている、見せられている状態というのは無意識な行動であり、自分を苦悩の状態にする原因になります。なので夜寝る1時間前は最低、私たち大人でもちゃんとデバイスを見ないこと、そしてその時間をねゆったりとした時間、音楽を聴く時間だったり、旦那さんとじゃあ今日はどんなことがあったのっていうお話しする時間でもいいし、で2人の時間を作る、あるいは自分の1人の時間を作る。でもその時に本を読むだとかはまだいいんだけれども、デバイスを見ないということですね。さあ5番目です。ここでは実際に皆さんカフェインをどれだけ摂っていますかということなんですね。これすごく多いんですけれども、皆さんこういう夜とかどこかに食事に行きましたってなったら、例えばフランス料理屋さんだったらコーヒーが最後に出てきたり、チョコレートが最後に出てきたり、そして日本料理屋さんだったら普通に緑茶が出てきたり、中華料理屋さんだったらそこではジャスミンティーが出てきたり、ウーロン茶が出てきたりしますよね。それって最後に美味しいなっていうふうに思う締めのお茶だと思うんですけれども、実はそれにはカフェインが入ってます。で、いや僕も寝られるよって皆さんおっしゃるんですけれども、それ本当でしょうか？寝るっていうのは、例えばその家に帰ってちゃんと寝れてるから寝るじゃなくって、ちゃんとクオリティのある質のいい睡眠になってますかということなんですよね。朝起きてみて体疲れているなっていうふうに感じるのであれば、それはちゃんと寝てないです。といった意味でも、ちゃんと寝てると思っていても実はクオリティは良くないよっていうことが多々あるんですね。だから自分でこれはちゃんと意識的になってみてください。ってことはカフェインは飲んでもいいです。しかしながら朝だけ。
にするように心がけてみてください。で、カフェインは実はいろんなところに入っています。先ほど言ったようにチョコレートとかにも入ってますので、夜チョコレートを食べてしまうとその後眠れなくなるとかねっていうことにもつながります。6番目、最後です。こうやって私が今1から5までいっぱいあげましたけれども、これを全部やりましたっていう方でもやっぱり眠れないっていう時ってあるかもしれない。その時に最後の究極の手はね、こちらの6番目なんですね。睡眠誘導をしてくれる瞑想のミュージックをつけてみる。何を言ってるかって言ったら、こちらの瞑想なんですけれども、かけるだけでだんだん体をリラックスさせることができるような呼吸法をしながら、だんだんとゆっくりと気がついたら寝落ちしてるよっていうような30分の瞑想です。なのでこれをかけるだけで自分は気がついたらもう朝になってるよみたいな、そういうふうな、ものになってます。なのでこれをぜひご利用くださいませ。